皆さん、こんにちは。河村です。今日の調子はいかがですか？今回はソフトウェアエンジニアリングの10年間を聞いていきます。仕事の流れを追いながら JLPT-N2 の表現にも触れます。ただし、文の形を無理に並べるつもりはありません。実際の出来事の中で判断や責任の言い方を聞いてください。今日来てくださったのは斉藤さんです。斉藤さんは業務システムの開発に10年間関わってきました。斉藤です。今日は失敗も含めて率直に話します。もちろんです。あの頃の自分はかなり単純に考えていました。まさにそうです。入り口で見えていた景色と現場の景色は違いました。聞いている皆さんも自分の仕事や勉強に重ねてみてください。原因、背景、影響範囲という言葉が何度も出てきます。どれも N2 では文の関係を読む上で重要です。技術の話に見えても、結局は人と判断の話になります。応募した時点ではどんな仕事を想像していましたか？正直に言うと、コードを書いて機能を作る仕事だと思っていました。画面が動けば評価される、くらいの理解に過ぎませんでした。面接では、技術よりも、変更にどう対応するかを聞かれました。当時は、その質問の重さを十分に理解していませんでした。今ならわかります。仕様が固まらない状況こそ、実務では珍しくありません。応募書類だけではそこまで見えませんよね。履歴書には使える技術を書きましたが、現場で問われるのは別の力でした。別の力とは具体的には何ですか？曖昧な依頼を整理し、前提を確認し、関係者と合意する力です。いきなり現場の匂いがします。コードの前にかなり工程がありますね。採用が決まったとき、不安はありましたか？期待はありましたが、不安の方が大きかったです。自分の知識が実務でどこまで通用するかわからなかったからです。知っていることと任されることの間には距離があります。その距離を最初に感じたのが、入社初日のことでした。初日に一番印象に残っている場面は何ですか？最初に見たコードベースの大きさです。個人で作ったアプリとは比べ物にならない規模でした。ファイルの量だけでも圧倒されそうです。しかも、長い歴史の中で追加された処理が積み重なっていました。どこを直せばどこに影響するのか、すぐには判断できませんでした。動くコードほど触るのが怖いことがあります。まさにその感覚でした。壊さないことが最初の責任でした。初日に任された作業はどんな内容でしたか？画面の表示文言を一部修正する小さなチケットでした。ただ、表示文言に過ぎないと思ったのが間違いでした。言葉一つでも影響範囲があるわけですか？ありました。その文言は L 通知にも使われていました。さらに、外部向けの資料にも同じ表現が残っていました。小さな修正が思ったより広い場所につながっていた。その経験から変更前に検索し、利用箇所を確認する癖がつきました。先輩からはどんな指摘を受けましたか？直す前になぜそう書かれているかを調べてと言われました。当時は少し悔しかったです。でも、
その言葉は今も残っています。コードには見えない経緯が残っている場合があります。その通りです。読むべきものはコードだけではありませんでした。1年目はどんな思い込みが強かったですか？機能を早く作れば評価されるという思い込みです。ところが、早く作ったからといって良い成果になるとは限りません。そこは独学の感覚と大きく違いそうです。独学では自分が動けば終わりですが、仕事では他人が保守します。将来の担当者が読めないコードは負担になりかねません。その視点は1年目にはなかなか持てません。当時の私は、レビューを自分への否定のように受け取っていました。コメントを読んで落ち込むこともありましたか？ありました。指摘の数が多いだけで、失敗した気分になりました。でも実際には、レビューは責める場ではありません。認識のズレを早めに見つけるための仕組みです。責められているのではなく、ズレを見つけてもらっている。そう考えられるようになるまで、かなり時間がかかりました。1年目の失敗で今も覚えているものはありますか？確認画面の条件を一つ見落としたことがあります。通常の入力では問題ありませんでしたが、空の値で表示が崩れました。境界値や例外条件の確認が足りなかった。その通りです。テストしたつもりでも、利用者の動きは想像より広いです。その時、先輩はどう対応しましたか？まず再現手順を書かせました。感情より事実を残すことが先でした。入力値、画面、期待結果、実際の結果を分けて記録しました。その書き方は、障害対応にもつながりそうです。後から見ると、まさにその練習でした。1年目を一言で表すなら何になりますか？動けば十分という考えを壊された1年です。そこから、要件や仕様を読まずに作る危うさを学びました。その流れで2年目から3年目の話に進みます。その頃から、変更との付き合い方が課題になりました。2年目以降、要件変更をどう受け止めていましたか？最初は、また変わるのかと不満に思っていました。しかし、変更には必ず背景があります。売上の状況、法令、利用者の声に伴って、優先順位も変わります。変わること自体が問題とは限らない。問題なのは、変更の理由が共有されないまま作業が進むことです。理由が見えないと、現場はどうなりますか？目の前の修正だけに追われ、判断が短期的になります。その場をしのぐ対応は、後で技術的負債になりかねません。ここで初めて、技術と事業の距離が縮まる感じがします。仕様を読む上で、事業側の目的を無視するわけにはいきません。目的がわからないと、正しい実装に見えても方向を間違えます。具体的にどんな変更で苦労しましたか？契約種別に応じて、料金計算を変える案件がありました。最初は単純な分岐だと思いましたが、過去のデータとの互換性が問題でした。新しい仕様だけを見れば済む話ではなかった。古い契約を壊せば、請求額に直接影響します。金額に関わる以上、少しの誤差も軽く扱えません。その案件ではどう進め方を変えましたか？まず影響範囲を洗い出し、
古い契約のパターンを一覧にしました。その上で、テストケースを事業側と一緒に確認しました。技術だけで閉じず、確認の相手を広げたわけです。はい。ただ、その調整には時間がかかりました。短期的には遅く見えても、手戻りを減らす上で必要でした。2年目から3年目で一番変わった考え方は何ですか？作る前に聞くことを恥ずかしいと思わなくなりました。曖昧なまま進めるくらいなら、早めに確認した方がマシです。確認は弱さではなく、品質を守る行動になる。その感覚が身についた頃、初めて大きな障害対応を経験しました。ここからかなり重い話になりそうです。4年目のリリースで、本番環境に障害を出しました。何が起きたのか、順番に教えてください。API のレスポンスに、新しい項目を追加しました。新しい画面では、問題なく動きました。しかし、古い画面がその項目を想定していませんでした。結果として、一部の利用者だけ画面が表示できなくなりました。互換性の確認が完全ではなかったわけです。新機能を見ることに意識が寄りすぎて、古い画面を軽く見ていました。既存機能への影響を十分に洗い出せていませんでした。障害に気づいたきっかけは何でしたか？監視アラートではなく、問い合わせでした。それが一番怖かったです。システムより先に利用者が気づきました。監視しているつもりでも見えていない異常があった。はい。正常なリクエスト数だけを見ていて、失敗の偏りを見落としました。最初の対応はどのように決まりましたか？まず影響を受けた利用者と操作を特定しました。次に、ログから同じエラーの発生時刻を追いました。ここでログの読み方が原因調査の中心になる。そうです。ログが曖昧だと、仮説を立てるだけでも時間を失います。当時のログには、画面名と契約種別が残っていませんでした。必要な情報が障害の瞬間に足りなかった。そのため、データベースを直接確認せざるを得ませんでした。本番のデータを扱う以上、確認にも二重の承認が必要でした。復旧方法はすぐ決まりましたか？すぐには決まりませんでした。修正リリースか、ロールバックかで迷いました。どちらにもリスクがあります。修正リリースは早く見えますが、検証が足りなければ再発しかねません。一方、ロールバックすると、新機能を待っていた部署に影響します。最終的にはどちらを選びましたか？ロールバックしました。利用者が作業できない状態を続けるわけにはいきませんでした。機能を進めるより業務を止めないことを優先した。その判断は苦しかったです。でも、障害対応では守る順番を間違えられません。その後、再発防止では何を変えましたか？監視項目を増やし、契約種別ごとの失敗率を見るようにしました。ログには、画面名、操作名、トレース番号を必ず残すようにしました。障害をきっかけに観測できる情報を増やした。ええ。見えないものは落ち着いて判断できません。4年目の経験はその後の働き方を変えましたか？大きく変えました。特に、リリース前の検証に対する意識が変わりました。そこから5年目、
6年目の話につながります。5年目以降、レビューの見方はどう変わりましたか？レビューは、正誤を判定する場にとどまりません。将来の保守性を確認し、暗黙の前提を表に出す場です。暗黙の前提という言葉がかなり現場らしいです。使用書に書かれていない前提ほど、後で問題になります。誰かの頭の中だけにある知識は、引き継ぎで失われがちです。レビューではどんな観点を重視しましたか？境界値、例外処理、権限判定、そしてログの残し方です。かなり具体的です。そこがないと、ただの感想になります。例えば、管理者だけが見られる画面に、一般利用者が入れないかを見ます。権限の確認を怠ると、情報漏洩につながりかねません。使用書はどの程度信じていましたか？使用書は大切ですが、完全だとは限りません。実装中に矛盾を見つけたら、黙って合わせるのではなく確認します。そこで黙ると、後の責任範囲が曖昧になります。まさにそこです。誰が決めた使用かを記録しないと、調査で困ります。検証では何を変えましたか？正常形だけでなく、異常形と過去のデータを必ず見るようにしました。さらに、テストカバレッジの数字だけで安心しないようにしました。数字が高くても重要な経路を通っていない場合があります。実際の利用経路を想像しないと、数字だけでは安心できません。データベースの変更で印象に残ることはありますか？マイグレーションで列を追加するだけの作業がありました。ところが、古いバッジがその列を知らず、夜間処理で失敗しました。昼間の画面では見えない影響が夜に出たわけです。その失敗以降、画面だけでなく、バッジと連携先も確認対象にしました。保守性という言葉がかなり立体的に見えてきます。保守性は、きれいなコードだけで決まるものではありません。資料、ログ、テスト、引き継ぎまで含めて保たれます。6年目頃、立場に変化はありましたか？少しずつ、後輩のレビューを見る立場になりました。そこから、教える側の難しさが始まりますね。後輩を見る立場になって何が一番変わりましたか？自分が理解しているつもりだった部分を言葉にする必要が出ました。説明できない以上、本当に整理できているとは言えません。教えることで自分の理解の穴が見える。後輩の質問は遠回りに見えても重要でした。なぜこの設計にしたのか、と聞かれるたびに根拠を確認しました。答えに詰まることもありましたか？何度もありました。昔からそうだから、では説明になりません。その言葉は現場でよく聞きそうです。便利ですが危険です。理由を確認せずに従えば、古い制約を残します。後輩にはどんなレビューコメントを書くようにしましたか？結論だけでなく、理由と影響を添えるようにしました。例えば、この分岐だと権限追加時に漏れが出やすい、と書きます。ただ直せではなく、将来の失敗まで見せる。その方が、相手も納得して直せます。7年目、8年目になると、判断の責任も増えましたか？増えました。実装者ではなく、方針を決める側に近づきました。その分、
短期の速度と長期の保守性を比べる場面が増えました。どちらを取るかでチームの未来が変わります。納期が迫っているからといって、危険な設計を見逃すわけにはいきません。実際に止めた判断はありますか？あります。認証処理の共通化をリリース直前に止めました。直前に止めるのはかなり勇気がいります。影響範囲が広すぎました。管理画面と利用者画面の両方に関わっていました。検証時間が足りないまま出せば、権限事項を起こしかねません。止めた後、周囲の反応はどうでしたか？最初は空気が重かったです。予定が崩れるからです。でも、根拠を整理して説明すると、最終的には受け入れられました。止める判断にも説明責任が必要になる。そうです。感覚ではなく、影響、確率、復旧手段で話す必要があります。8年目の終わり頃、自分の役割をどう見ていましたか？コードを書く人というより、問題が大きくなる前に流れを整える人でした。ここまで来ると、10年目の見方につながります。9年目、10年目で仕事の見え方はどう変わりましたか？ソフトウェアは、コードだけで成り立っているわけではないと強く感じました。利用者、運用、資料、監視、意思決定が全部つながっています。一つの機能の後ろにかなり多くの人がいる。だから、技術的に正しいだけでは足りないと感じます。誰が使い、誰が困り、誰が復旧するのかまで考える必要があります。10年前の自分に今なら何を伝えますか？急いで答えを出す前に、まず状況を分けてみろと言います。原因、影響、制約、選択肢を分けないことには判断できません。その考え方はエンジニア以外にも使えそうです。使えると思います。問題を一つの塊として見ると、必要以上に怖くなります。分けてみると、今できることと待つべきことが見えてきます。10年働いてもまだ難しいことはありますか？あります。むしろ、経験が増えるほど簡単に言い切れなくなりました。正解に見える選択でも、状況次第で失敗になります。だから、10年目でも確認と対話が残る。はい。経験は、迷わなくなることではありません。迷った時に、何を確認すべきかわかるようになることです。とても重みのある言葉です。皆さん、今日の話はどうでしたか？応募から10年目までかなり現実的な流れを聞きました。コード、使用、レビュー、障害対応、引き継ぎがつながっていました。N2 では言葉の意味だけでなく文と文の関係も大切です。例えば、原因、結果、制約、逆の立場を聞き取る力です。今日の中で聞き取りにくい表現はありましたか？あればコメントに書いてください。特に障害対応や保守性の表現は少し重かったかもしれません。ただ、その重さこそ N2 らしい文章の流れにつながります。次回は別の職種でも同じように仕事の内側を聞いていきます。斉藤さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。振り返る良い機会になりました。皆さんも無理のないペースで聞き直してみてください。それでは、今日のポッドキャストはここまでです。
また次の動画でお会いしましょう。